こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日は、先日、レイカさんのね、ライブの方で、大国主様から、大黒天様ですね、が、私たちがどういうふうに、することによって願いが叶いやすくなるかっていうことを詳しく、教えていただいたので、それについての、ちょっと解説を入れていきたいと思っています。で、あとちょっとお知らせで、私、インスタグラムとツイッターなるものを始めました。いろいろ、なんていうの、やったことないことにやってみたりして、やってますので、ぜひ、そちらの方もよろしくお願いします。概要欄に貼ってありますのでお願いします。で、そのね、大国主様。今日は、だから、お金のことと、パートナーのことと、やっぱ願いを叶えるとか、なんかそういうことも詳しく聞いたので、今日はお金のことについて、教えていただいたので、そこら辺をやりたいと思っています。で、大国主様がね、言っていたのは、いろいろね、まずね、私たちが今生きている現実のところなんですけど、やっぱいろんなこと起こるけど、これはやっぱり良くなるための過程だっていうことをね、言ってくれてましたね。本当に全てにおいて良くなるための過程であって、もう何にもね、不安に思うこと必要一切ないよっていうことをもう強く言ってくれてたので、私たちやっぱね、安心していくのが大事なんだなって思ったんですね。やっぱね、動いてくれてんだよね、神様たちも。で、あとは、日本の神様っていうのはやっぱりその結構勤勉なことを求めたりするから、なんかそのあたりをやっぱり私たちは勤勉な人に対して手出ししやすいっていうのがね、神様もあるのかなと思ったので、勤勉にね、少しやるといいんじゃないかなって思ったって感じです。で、じゃあね、何も不安に思う必要ないし、そのね、勤勉に何するかっていうことで、お金のことについてさ、ね、どういうふうにしていけばいいかっていう感じなんですけど、まず、お金に困ってる人ね、お金に困ってたりとか、現実が結構苦しい人ですね。そういう方は、ほら、よく神様にこうやってお願いして、お願いしますとか、どの神社がいいかって思いがちだと思うんだけど、もう本当に近くの神社にどんどん行ってくださいって言ってましたね。氏神様っていうのかな、近くの、お寺とか神社、お寺と神社の違いもちょっとよく分かってないんだけど、とにかく近くのそういうお祈りするところとかでいいんだって。別にすごいでっかいところに行かなくたってそこでいいし、あとは、家に神棚があるんだったら、その神棚に対してお祈りをすればいいって言ってましたね。うん。で、そこでどんどん相談してくださいって言ってたんですよ。だから自分が今こういう状況で、だから私たちって結構耐えがちだと思うけど、どんどんこう、今の状況はこういう感じで苦しいですとかね、今こうやってお金に困っていて、大変ですとか、例えば夢がある方は、こういう夢があるんだけど、今こういう状況ですとかっていう感じで、神様に相談をする。してないよね結構お祈りはしてこうなりますようにとかさ、お願いはしてると思うけど、なんか相談してくださいって言ってましたね。今の状況をそのまま自分でなんていうの、苦しいとかさ、こうやってただ思ってるだけじゃなくて、近くのそういうところに行って私たちのことを相談してくださいって、そうすると神様たちも手出ししやすいみたいなんですね。で、何をさ、じゃあね、どういうふうに相談するかってことなんですけど、お金に困ってんだったらお金に困っているとか、ね、今の状況がこんな風になっていてもう耐えられませんとか、本当に自分の弱音をどんどんね、吐いて、神様に相談するといいと思うんですね。そういうののために私たちはいるんですよって、人間に寄り添うために神様っているんだよって、言ってくれてたんですよ。すごい優しいなと思って、私たちってすぐ自分でね、こうやって耐えようとしちゃうから、どんどんやっぱり相談するっていうのが大事みたいです。で、なんで困ってるのか、言うじゃない。で、その神様たちっていうのは、できる限りやっぱり、話を聞いてあげたいっていうのもあるし、あとは、
私たちがねそのオープンに心オープンにできる限りのことをやっぱり神様たちに話すっていうのかな。今こうなっていてこうなっていて、私は本当はこうなりたいんだけど今こうなっていてお助けくださいとかお手伝いくださいとか、そういうふうに言うと神様たちもいろいろ手出ししやすいみたいなんですね。でやっぱり頼まれていないと勝手にやることができないって言ってくれてたのよ。私たちが頼まないと、やっぱこれはもう宇宙もそうなんだけど、頼まないと神様たちは勝手に手出しできないんだって。これを全て決めるのは結局私たちの意図にかかってますので、頼む、神様これをやってもらえますかとかね、そういうふうに頼むっていうことを言ってました。頼まないと勝手なことができないって、これはもう本当に高次元の存在、私たちに全てが委ねられていて、頼むか頼まないか決めるのは私たちっていうことですね。ここがねやっぱりポイントになるんだなっていう感じで思いましたね。であとは神様がさ、人のためにいろいろ働いてくれてるじゃない。私たちのためにやっぱり存在してくれていて、私たちが目に見えないところで神様たちってやっぱすごく動いてくれて、日本もね、世界、この地球全体もいろんな神様たちはやっぱりこの地球がより良くなるために見えないところですごく動いてくれてるんですよね。だから私たちも苦しい人はさ、苦しくていいと、苦しいからちょっと動けないっていうことを神様に相談してくださいって言ってたんだけど、できる限り自分で行動していく。行動っていうのはなんだっけな、人の役に立つことをするって言ってたんですよ。だからできる限り人のために、人の役に立つことっていうのはいろいろあるじゃないですか。こうやってもしかしたらこの動画撮ることもそうかもしれないし、なんか料理することかもしれないし、家族のために働くことなのかもしれないし、とにかくなんか人の役に立つことをやっぱ行動していくことによって神様たちのやっぱり後押しがしやすいみたいなんですね。何にもしないっていう形になっちゃうと結局神様たちもやっぱり動いてくれてるわけだから、私たちのね一人のためにも動いてくれるんだけど、この地球全体、日本全体のねところのために動いてくれてるから、なるべく私たちもできる限りのことを自分でやっていくっていうことが大事みたいですね。で何にもしなくてもさなんとかなるのかっていう話をしたんだけど、やっぱりその日本の神様とか特に勤勉なので、勤勉なことを求めるって言ってましたね。だから結構厳しいところもあるんだけど、私たちのやっぱり頑張りを見てくれて、よりこう神様たちも要は動いてるからね、神様だけじゃないけど宇宙存在とかいろんな存在たちがやっぱり目に見えないとこで動いてくれていて、今の私たちがあるから、彼らも動いてくれてるわけだからね。私たちは私たちのできることをやることによって本当にこれが共同創造になっていくっていうことを言ってくれてたと思いますので、だからお金に関しては、その願望に関してこれだけのお金欲しいとかそういう風な願い方もとってもいいと思うんだけど、そこに対してちょっとそこは詳しくは聞いてないんだけど、とにかくそこに対してこういう風になりたいっていうのを神様に相談するといいと思うんですよね。そうすると何か伝えてくれるかもしれないし、あとはそこに対して自分ができる限り人の役に立つことを行動していくっていう風にしていくといいと思います。OK、じゃあまとめるとすると、だからお金のことに関しては、その願望がある方ですね。願望がある方はなるべくその具体的じゃないとちょっと分かんないって言ってたから、具体的にこれだけの金額がこれまでに期間とか決めるといいって言ってたから、ここまでにこれだけの金額が欲しいとか、こういう風になりたいっていうのを具体的に神様に言うといいみたいです。でその神社とかお寺っていうのは近くのところでもいいし、家にある仏壇とかそういう神棚でいいって言ってたので、そこでお願いしてください。であと、お金とかにちょっと困ってる系の人ですね。困ってる方はもう自分だけでなんだろう、解決しようとして苦しくなってる方いると思うから、神様に相談してくださいって言ってくれてたので、神様に相談しましょう。ここもやっぱこの思いを思いっきり出してほしいって言ってたから、
オープンにね、私はこれが苦しくてこうなっていて、今こうなっていて、今お金もこの現実もこんな風になっていて、どうしたらいいですかとか、助けてくださいとかっていう感じで神様にお願いすることによって、これも一つの行動だよって言ってくれてたから、それをやることによって私たちの後押しをやっぱりしやすくなるみたいなので、オープンに神様に助けを求めたりお願いをしていくといいと思うんですね。で神様っていうのは人々のためにやっぱ動いてくれてるから、こうやって願いを叶えることであったり、苦しい人たちのサポートをしたり、あとは目に見えないところを動いてくれてるから、これがやっぱお役目なんだよね。だから私たちはやっぱりじゃあ私たちが何できるかっていうのは、こうやって相談することもそうだし、あとはなるべく何かね、人の役に立つことっていうことをやることによって、本当に共同創造として神様と私たちのエネルギーが循環して後押しをしてくれるんじゃないかと思うので、この辺りの行動を入れていくといいんじゃないかと思いました。でそうだね、こんな感じかな。お金に関してのね、大国主様、大黒天様が、細かくねお話ししてくれましたので、動画の方も貼っておきますね。結構そのライブ時代が長かったのでね、あれだったんですけど、すごいさ、いいメッセージ直接神様に聞いちゃったからこれはちょっと本当にシェアしたいなと思っていて、ちょっと解説を入れました。今ちょっと私もつながってみようかな。大国主様つながったことないんですけど、ちょっとつながってみますね。大国主様に今つながってみます。やっぱすごい近い感じしますね。人間みたいな感じのエネルギー、ニヤニヤしてもう嬉しいっていう感じですね。嬉しいんだな。そしてやっぱりすごくみんなのことが大好き、すごく大きくてあったかいエネルギーを感じます。もう本当に太陽みたいな方なんだと思いますね。方っていうか神様ですけどじゃあみんなへのメッセージを、今これを見ている皆さんへのメッセージをお願いします。一人で頑張ろうとしないこと、私たちもいつも、共同で神様っていう存在っていうのは一人で動いてるわけではなくて、たくさんの存在とやっぱり手を取り合っていつも存在していて、いつもそういう風なものみたいなんですね。いつも手を取り合って協力して、何かあったら相談してっていう、あなたたち人間と同じように、私たちもそうやって横のつながりを持ち、何かあったら助け合いながら私たちも存在しています。ですから、何かあった時は私たちを頼ってください。そのために存在しているということ。そして、私たちはあなたたちにとても近い存在ですから、なんていうのかな、どんどん私たちを身近に感じてもらえたらすごく嬉しいということを言ってます。ちょっと喋り方がおじいちゃん風になりそうになるんだけど、ちょっとなんかならない感じだったね。とにかくニヤニヤしてる感じと強さもすごく感じるエネルギーの方なんだなっていう感じがしました。ありがとうございます。じゃあ大国主様、何か皆さんにヒーリングとかできるんですか？そういうのはなんかやっぱ得意な人がいるんだよなみたいな感じで言ってる感じがあるな。そういうのはちょっと自分はそういうのよりもなんかもっと自分の得意分野っていうのは人をつなげたりとか、ご縁を結んだり、なんか動きがあるやつみたいな、こうヒーリングはヒーリング系の得意な神様とかがいるみたいだから、自分はあんま得意じゃないなって言ってる感じがします。面白いですね。個性があるんだなっていう感じがしました。はい。では、ありがとうございました。じゃあ今日は、大国主様、大黒天様からの、私たちに向けたお金に関わる、どういうふうにねお金に対してお願いがすればいいかとか、今の状況に対して大国主様からどういうふうに言われたかっていうのをちょっと解説を入れましたので、よかったらね、あとライブのね
この大国主様が直接その麗華さんの体に降りてお話ししてるライブのところで、お話ししてくれた動画のリンクも下に貼っておきますので、よかったら見てみてください。私たちにとってはこの目に見えない存在って本当にやっぱりちゃんと存在していて、私たちと全く本当に変わりがない存在なんだなっていうのをライブ見ていただけると分かるんじゃないかと思いますし、あとはね、とっても今つながってみてちょっと神様っていう存在のことが分からなすぎて、なんて言うんだろう、私は宇宙存在につながるのは結構得意なんですよね。だけどなんて言うんだろう、神様っていう存在にあんまりつながったことがなくて、今初めて大国主様につながった時にとってもハートフルで優しくて、びっくりしました人間っぽい、こういう存在が守ってくれてるからね、どんどん頼っていきましょう。では、今日はありがとうございました。ではでは。